は、ネイジの猪俣です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はいつもと違ってこのようにご挨拶させていただきました。これからは少しずつ自分の方も登場して紹介していきたいなと思います。早速ですね、紹介していく作品の方を紹介したいと思います。で、前回はですね、畳ヘリで作るリングトートバッグの方を紹介させていただいたんですけど、今回はバンブーのちょっと音がね、ちょっと夏っぽいバンブートートの方を紹介させていただきます。で、これリバーシブルで使うことができるので、こんな感じでちょっとね、おしゃれな感じで仕上がるリングトートになっています。で、今回使用したのはソレヤードの生地になります。実は自分服作りで余った生地をこのままバッグに活かしてみました。夏のバッグにどうしても使いたくてですね、余った生地がちょうど良かったので、このデザインにさせていただきました。今回の作り方のポイントとしては、この両脇の部分を内布とこの外布と同時に縫っていくので、一度でこう表に返さなくても一度で内布が出来上がるというデザインになっています。ちょっと難しいのはこの脇を合わせるところなんですけれども、ここにちょうど布の切り替えを作ることで皆様が作りやすいように工夫をしてみました。で、バンブーもこの部分ですね、ゆとりがありますので、ミシンでもしっかり縫っていけるようなデザインになっていますので、よかったら一緒に作ってみてください。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。こちらが本体の外布になります。グレーの生地が内布になります。同じサイズで縦の長さは48センチ、横の長さは40センチになります。そしてこちらの方は4枚用意します。同じサイズで縦が15センチ、幅は本体と同じ40センチになります。そしてこちらは今回の持ち手になりますバンブーになります。直径は16センチぐらいのものを使用しています。それではこちらの生地を生地方向の方がこの尖った方が上になりますので、下になるこちらの方を本体に重ねます。反対側も同じようにして重ねます。同じように内布にもこちらの生地を合わせてそれぞれ1センチで縫います。今回は、洋服作りの続きなので、そのままミシンの方も職業用を使っていきたいと思います。今回も、重機 SL700EX を使っていきます。それでは1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートしていきます。同じように4箇所とも縫っていきます。そしたらアイロンで縫い代を下に下げておきます。そしたらここのそれぞれの際を縫います。はい、それでは今回は段押さえを使って縫います。はい、縫い終えたところになります。両方とも際を縫い終えたところです。そうしたら今度はここの境目のところ、合い印として切り込みを入れていきます。これ縫い止まりの切り込みになります。なのでここの部分ですね、しっかり1センチぴったりを測ってこのミシンを切らないように気をつけながら切ります。ちょうど際のところですね。1センチ切り込みを入れます。同じようにして内袋の方にも1センチの線を描きます。そしたら描いた線を切ります。ここをミシン目を切らないように気をつけてください。これをすべてのこの脇の部分に同じようにして切り込みを入れていきます。はい、
じゃあ全てに切り込みが入ったところです。そうしたら重ねていきます。まずそれぞれを中表に重ねてください。重ねたらこの脇の部分ですね。この部分を揃えて待ち針で仮止めしておきます。同じようにして外の方も重ねます。そうしたら内袋の上に重ねてください。そのままこの状態で重ねます。重ねたら両脇を揃えます。この4枚の生地を同時に縫っていきます。そうしたらここの切り込みから底に向かって1センチで縫います。反対側も同じように切り込みから下に向かって1センチ縫います。まず切り込みのところに針を刺します。ちょうど合い印に今入れた切り込みのところに針を刺して、まず前に進めて縫っていきます。そしたら戻ります。ここしっかり返し縫い入れておきましょう。30縫いします。そしたら反対側も同じようにして縫いましょう。では縫い終えたところになります。こんな感じで4枚同時に、作ることでこう内袋も同時に出来上がっていく方法になります。でこの後こちらのこのまだ縫っていない部分を縫います。そしたら脇が一応ですね揃ってるかどうか確認しておいてください。表になるのがこちらになります。そうしたら同じ面同士ではなくこれを避けて真ん中の生地をこのように避けて外側を重ねます。そしたら待ち針で留めます。でこの部分を1センチで縫います。で反対側も同じようにします。そしたら先ほどと同じように反対にして縫い合わせのところに針を刺して下まで縫うようにしてみましょう。ではちょうどこの切り込みの際のところですね。この部分に針を刺してこの縫う時にこっち側に行き過ぎないようにしてください。この切り込みのところに針を刺したら同じようにして30縫いして縫っていきます。そしたら反対側も同じようにして縫います。はい、では縫い終えたところになります。こんな感じで分かれて縫えてるかなと思います。そしたらまだ縫えてない部分ですね。こちらも縫っていくので同じようにして今度は面を変えないといけないです。ちょっとひっくり返します。で反対側にしたところで今縫ったところが今内側に来てますので残しておいた部分も同じようにして縫っていきます。そしたら先ほどと同じようにここの切り込みから下に向かって縫っていきます。はい、それでは縫い終えたところで表に返していきます。こちらの外袋の方から表にしますので角の部分を揃えながら表にしていきます。はい、そうすると今縫ったところはこのような感じに縫っていきます。この部分が綺麗に揃ってるといいんですけれどもちょっと難しい部分ではあります。
そしたら今度は持ち手を通すための準備をしていきます。今縫ったところをきれいに整えておきます。ここはコロコロオープナーでもいいんですけれども、この後も全体にアイロンかけますので、このままアイロンの方がシワがきれいに取れるかなと思います。はい、そうしたらここの際の部分を縫います。ここの部分はここの同じ縫い目で折り返すといいかなと思います。反対側もこのまま続けて上まで縫っていきます。同じようにして反対側もこういう風にして縫っていきましょう。そうしたら際のところ 1.5 ミリぐらいのところを縫います。このぐらいまで来たら反対側をこうやって押さえと一緒にこうピタッと脇を揃えておきます。そしてここのところまで縫います。縫い線のところまで来たら回転させて一目横移動したら反対側を縫っていきます。そうするとまっすぐに縫えるので試してみてください。ちょっとしたらもう避けて開いている状態のところを閉じていくために端から5ミリ仮止めしていきます。はい、これで縫い終えたところです。そしたらキバキバしているこの糸をですね切っておきましょう。それでは本体にリングをつけていきます。1センチで折り目をつけます。これはこの1センチは縫い代の1センチになります。そしたら今度はここの縫い合わせから3センチのところに合い印を入れます。で反対側にも同じようにして3センチのところに印をつけます。折った部分を合い印に重ねて仮止めします。そしたらもう一度ここの部分が3センチになるようにしてアイロンで折り目をつけておきます。この3センチのところに自然に消えるペンを使って線を引いておくといいですよ。そうしたら持ち手を挟んでいきます。先に両端を合わせてからやっていくとやりやすいかなと思います。はい、こんな感じで止まったところです。そしたらここの際のところを縫います。はい、それでは、片側が縫い終えたところになります。このような感じで、際が縫えたところなんですけれども、家庭用ミシンで縫う場合でもこのように押さえの幅が広くてもちょっとゆとりを持っていますので非常に縫いやすいかなと思います。端から端までを縫うようにしてください。では反対側の方ですね、もう一度つけていきたいと思います。はい、そうしたら同じようにして際を縫います。少し縫いづらいんですけれどもこれで最後になりますのでもう少し頑張りましょう。では今待ち針がこう刺さってるところにミシンの針を刺します。で刺したら最初の待ち針を外します。ちょっとね難しいですけどゆっくりやれば大丈夫です。待ち針で指を刺さないように気をつけてください。縫う場所はできるだけこう平らな状態にして少しずつ縫うようにしましょう。かなりね縫いづらくなってます。
後の縫い終わりのところは非常にずれやすいので、目打ちでしっかりと固定しながら縫っていきます。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね最後の仕上げは難しかったかなと思うんですけれども、ゆっくり進めれば綺麗に縫えていくかなと思います。で、縫い方なんですけども、こうやって結構ギューッとやった方がここの部分平らにしやすいかなと思いますので、こうやって広げて縫うよりはちょっとリングの方でちょっとガチャガチャしますので、こんな感じでこう少しずつ縫っていくのがいいかなと思います。是非お試しください。はい、では最後にここのステッチのところを入れていきます。こちらお好みなんですけれども、あった方がこうゆるゆるしてるとこが引き締まりますので、できるだけこのリングに近い部分で内側から針を通して、なんか赤い色とかこうちょっとステッチになるようなアクセントになるような濃い色で留めていくとちょっとおしゃれになるかなと思います。2、3回縫いましょう。こんな感じにしてリバーシブルでも使えるので、こちら側にもそのステッチが見えることを意識しながら留めていかれるといいかなと思います。この刺繍糸は2本取りで縫っております。玉結びが見えないように内側に針を刺して、玉が入ったところでこの根元を切ります。そうするとこのように綺麗に仕上がってきます。はい、これで完成になります。いかがだったでしょうか。こんな感じで最後の仕上げにこうステッチを入れることでちょっとしたワンポイントになるかなと思います。あとはここにボタンをつけてみたりとか、お好みでアレンジを楽しんでみてください。内側に使う生地を無地にすることでリバーシブルにも使えますので、こんな感じで合わせる生地も参考にしてください。サイズの方は、縦がだいたい28センチぐらいですね。横がこのままだと30センチになります。実際にこう作った様子がこちらになります。こんな感じでちょっと脇が、これも直立ちで作ってるんですけど、こう脇がそのままつながった状態で仕上げていくパンツになっていて、ここの切り替えになっています。それの余り生地で作ったのがこちらのトートバッグになります。今回は自分服作りのまた延長になったんですけれども、余った生地のこのソレイヤードの生地がとっても素敵だったので、夏にぴったりなバンブートートの方を仕上げてみました。よかったら参考に作ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。